これが Gen 5 M.2 SSD。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、クルーシャルの Gen 5 M.2 SSD T705TB。Gen 5 M.2 SSD。こちらは PCI Express 5.0 対応で、最大転送速度が 14,500MB 毎秒と 12,700MB 毎秒と世界最速と謳われている M.2 SSD になります。何その意味わからないぐらいすごいものは。従来から 25% 低レイテンシーな DDR5OC メモリ、クルーシャルプロオーバークロッキングになります。メモリも。はい、今回はクルーシャル様からご提供いただきました。ということで今回は、現況最速の M.2 SSD と低レイテンシー DDR5 メモリが、どのぐらいすごい性能なのか見ていきましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まず最初にクルーシャル Gen 5 M.2 SSD T705 からご紹介です。こちらは2024年3月に発売となったばかりの新商品で、昨年6月に発売となった T700 の後継機となります。T700 ではリード 12,400MB 毎秒、ライト 11,800MB 毎秒というそれでもすごい転送速度だったのですが、T705 は 2TB のもので、リード 14,500MB 毎秒、ライト 12,700MB 毎秒とさらなる高速化し、現況では世界一の速度を誇る M.2 SSD となっております。世界一の速度。それはすごいわね。この T705 の商品バリエーションとしては、まず、ヒートシンクのありとなし、容量は 1TB、2TB、4TB の3種類、さらに 2TB モデルのみ白いヒートシンクのリミテッドエディションがあり、合計7種類となります。世界一の速度で Gen 5 M.2 SSD となると値段も高そうね。価格に関しては2024年5月の動画編集時点で、このようになっています。ヒートシンクありモデルが37,580円、64,380円、11,5,995円。ヒートシンクなしモデルが36,520円、62,280円、10,9655円。2TB の白いヒートシンクモデルは73,436円で売っていました。やっぱり結構いい値段するわね。で、今回はレビュー用に、黒の 2TB モデルをいただきました。6万。クルーシャルさん本当にありがとうございます。実際に開封してみたところ、ヒートシンクありなので多少厚みはあるものの、かなりコンパクトな大きさかなと思います。ただスロットの位置によってはグラボと干渉の可能性もあります。今回はヒートシンクを外せなかったのでこのまま使いましたが、最近ではマザーボードにヒートシンクが付いているものが多いので、ヒートシンクなしモデルを買った方がいいかもしれませんね。今回ヒートシンクの取り外しはしていないのですが、コントローラーは T700 と同じ Python の E26、難度も同じマイクロンの232層 TLC 難度が使用されているみたいです。PCI Express 5.0×4 のデータリンク層の転送速度は片方向で 15.75GB 毎秒なので、T705 はその帯域幅をほぼフルに使える SSD かと思います。では続いてメモリの方も見ていきましょう。シュラララ。続いてクルーシャルプロオーバークロッキングです。こちらも2024年3月に発売となったばかりのメモリで、従来モデルであるプロシリーズからレイテンシーは最大 25% も低減されたものになります。レイテンシーが低減されると何か意味があるの？レイテンシーっていうのは、データ転送における指標で、データ伝送を要求してから、実際にデータが届き始めるまでの待ち時間のことになります。一般的にレイテンシーが小さければ小さいほど、高性能で高価であると言われていて、応答が遅いことを高レイテンシー、応答が速いことを低レイテンシーと言います。レイテンシーは上の式で計算ができるのですが、ただこの式を毎回計算するのも面倒くさいと思うので、そういった時にはこちらのメモリタイミング CL を見ていただければと思います。メモリタイミングとは CAS レイテンシのことで、メモリコントローラの要求に対してメモリが応答するまでの速度を示すスペックになります。メモリスペックなどに必ず記載されている CL00 という部分のことです。で、先ほどレイテンシーを計算するのに長ったらしい式があったのですが、単純にこの CL 値が低ければ、結果的に低レイテンシーだと思っても大丈夫です。厳密にはクロック周波数も関わってくるので絶対そうだとも言えないのですが。なるほど、とりあえず CL00 が低ければいいって感じなのね。まあそういうことです。こちらが今回のスペック表になるのですが、ここの数字が CL 値となります。シュラミちゃんこの赤枠の中で一番小さい数字はどれ36？ そうですね。なのでこのメモリは CL36 のメモリって感じになります。ということで、今までのプロシリーズから最大 25% レイテンシーが低減されたということでした。続いて主なスペックです。こちらのメモリは DDR5 の 16GB×2 枚組の 32GB キットとなっており、
データ転送速度が6000メガトランスファー毎秒、動作電圧は 1.35V、レイテンシーは36、38、38、80。価格は動画編集時点で2万円ぐらいです。今回は 16GB×2 枚ですが、今後 24GB×2 枚モデルなども出るみたいです。こちらがメモリ本体となります。真っ黒なアルミニウム製のヒートシンクで、RGB 灯はついていないので黒ベースの光らないパソコンなどにはとても似合いそうですね。こちらのメモリですが、Intel XMP3.0 と AMD Expo のプロファイルが登録されているため、インテル環境でも AMD 環境でもどちらでも問題なく使用することができます。では SSD とメモリをパソコンに取り付けていきます。まずはメモリから取り付けていきます。こちらのメモリなんですが、このクルーシャルのロゴが入っている面が CPU 側になります。私は最初この面が外向きになるのかなと付けかけてしまいました。ちょっと腕が邪魔で見えていませんが、取り付けるとこんな感じになります。確かにこっちが裏面っぽいわね。ですよね。続いて SSD の方も取り付けていきます。今回こちらのヒートシンクはそのまま利用したいと思います。まずはマザーボードについているヒートシンクを外して、その下のサーマルパッドの部分も取り外します。こちらはマザーボードによってですが、大抵ネジを外せば取り外すことができます。こんな感じで取り外せます。あとは SSD を取り付ければ完成です。シュラララ。ということで今回の検証機はこちらになります。CPU は Intel Core i9-13900K になります。今色々と問題になっている13世代 CPU ですが、今まで検証に使っていて特に問題が出ていないのでこちらをそのまま使用していきます。マザーボードは MSI MPG-Z790HDI Max Wi-Fi。あれ、これって、言いたいことはわかりますが、こちらも色々検証した結果全く問題ないので今回使用します。メモリはクルーシャルプロオーバークロッキング DDR56016GB×2 枚。SSD はクルーシャル T705TB。クーラーと電源はディープクール AK620 と PX1300P。AK620。今回は CPU フルロードは必要ないのでファンとのクリアランスを見るために AK620 にしました。グラボは MSI GeForce RTX3080 ゲーミングズと RIO で、オープンフレームに Windows 11 Pro で行いました。ドライバーや BIOS などは全て最新のものにしております。メモリと CPU クーラーファンのクリアランスについてですが、メモリ自体の背が低いってこともあり、割と余裕がありそうです。ただマザーボードと CPU クーラーによっては干渉しちゃう可能性もあるのでお気をつけください。こちらが初期状態の BIOS 画面となります。初期状態では5600メガトランスファー毎秒46、45、45となっています。それに対して Intel XMP3.0 と AMD Expo 用に、6000メガトランスファー毎秒36、38、38、80と5600メガトランスファー毎秒36、38、38、80が登録されているので、用途に合わせて、簡単に設定することが可能です。一応設定の仕方はマザーボードによって違いますが、こういったメモリプロファイルを選択するところが BIOS 画面にあるのでそこから設定してください。ではここからは各種検証をしていきましょう。クリスタルディスクマーク。ではまずはクリスタルディスクマークからやっていきます。ちなみに今回なんですが、本来 SSD の検証は何も入っていない D ドライブとして検証すべきとは思ったのですが、Gen 5 SSD をドライブとして使った時にどのような結果になるかなと思ってやってみました。なので、他の方の結果に比べて少し低い結果になる可能性もございます。またメモリ速度はあまり関係ないかなと思ったのですが、一応デフォルトの 5600MHz と XMP を当てた 6000MHz で計測をいたしました。ということでそろそろ結果が出るかと思います。結果はこのようになりました。シーケンシャルリードは 14000MB 毎秒を超えており、シーケンシャルライトは 12000MB 毎秒を超えていて C ドライブとして使っていても速度がしっかり出ていました。Q1T1 のランダム 4K リードライトも、それぞれ 98MB 毎秒、350MB 毎秒を超えていて、かなり良い結果かなと思います。またオープンフレームで風などもない環境でしたが最高温度も80度までいっていなかったので、ケースの中に入れてファンの風があれば運用も全然問題ないかなと思います。では次。ATTO ディスクベンチマーク。続いては ATTO ディスクベンチマークになります。こちらは SSD のどのファイルサイズが最も性能を出せるのかと安定性を見るベンチマークソフトになります。書き込みは 128KB から割と安定しているような感じでした。読み込みは 8500MB 毎秒から 13000MB 毎秒ぐらい出ていました。後半読み込みが一時的に落ちてしまっているのですが、おそらくドライブ C として使っているからかもしれません。それでも十分な速度は出ているかなと思います。では次。ファイルコピー。続いてはファイルのコピーを行ってみました。
動画や写真、編集ファイルなどを詰め込んだ 500GB のファイルをデスクトップ上にコピーをしてみました。500GB って結構じゃない？出だしは 4GB 毎秒でコピーしていたのですが、どちらも 100GB を超えたあたりからキャッシュ切れで速度が落ちていましたが、それでも 1GB 毎秒前後の速度が出ていました。実際に 500GB のファイルのコピーができるまでの時間は、4分54秒と5分11秒でした。これに関してはなぜか 5600MHz の方が早かったのですが、それでもコピー速度としてはかなり速いんじゃないかなと思います。では次。AIDA64。続いてはメモリ検証です。まずは AIDA64 から、こちらはシステム情報の確認や、ベンチマーク、ストレステストなどの機能を統合したソフトになります。結果はこんな感じ。読み込みは 86,614MB 毎秒と 93,544MB 毎秒という結果になりました。やはりメモリ速度が上がっているおかげでその分の性能が上がっているといった感じですね。約1割ぐらい向上しています。書き込みは 76,900MB 毎秒と 82,709MB 毎秒。こちらも読み込み同様、速度の向上で性能が上がっており、こちらも約1割ほど上がった結果となっています。では次。ファイナルファンタジー14黄金のレガシー。続いてはゲーム系ベンチマークもやってみました。私のチャンネルでは初めての FF14 の新しいベンチマークソフトになります。設定は WQHD の最高設定で行いました。では映像を見ながら結果を見ていきましょう。スコアは 19,229 と 19,357。平均 FPS はどちらも134で最低 FPS は82と83。ローディングタイムは 5.759 セックと 5.676 セックという結果でした。FF14 ベンチマークに関してはメモリの速度ではあまり差が出ないという結果になりました。メモリを重要視するゲームだと多少結果が変わったかもしれませんね。では次。動画エンコード。最後は Adobe Premiere Pro を使って動画エンコードの時間に差が出るのか検証してみました。使った素材は解像度 4K で5分間の動画を再エンコードさせてみました。結果はこちら。書き出しに関してはどちらも1分55秒という結果になりました。速度時間では差が出なかったですが、4K の動画を2分かからずエンコードできるのはかなり早いかなと思います。もちろんレイヤーの数などによっても変化はすると思いますがこれなら十分な性能かなと思います。ということで今回は、クルーシャルの新商品、現況世界最速の Gen5M.2 SSD-T705 と、低レイテンシー DDR5 メモリのクルーシャルプロオーバークロッキングをご紹介しました。あんた的にはどうだった？まずストレージの方ですが、検証結果の数字だけ見てもわからない人もいるかもしれませんが、今まで路面電車に乗っていたのが、急に新幹線に乗ったような感じでした。いや意味わからんって。そのぐらいファイルの転送速度が速いなって感じました。メモリの方は、価格的にもそこまで高くなく、それでいて従来よりも性能が上がったので、一つの選択肢としてはとても良いような気もします。個人的には光った方が好きなんですが、ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。